皆さん、こんにちは。突然ですが、クイズです。私が発音した文に合うイラストを選んでください。第1問。これは花です。さあ、1番ですか ?2 番ですか？答えは、そうですね。1番です。これは花です。それでは第2問です。これは花です。さあ、今度はどっちですか？答えは、そうですね。2番です。これは、花です。では、次の問題です。第3問。これは、鼻の薬です。さあ、この答えは1番でしょうか？それとも2番でしょうか？正解は、両方です。これは、鼻の薬です。さあ、皆さん、どうしてこうなるのでしょうか？顔にある花と植物の花は単語だけを発音すると同じピッチパターンになります。しかし、顔にある花がはがのピッチが下がりませんが、植物の花がはがのピッチが下がります。顔にある花のような助詞のピッチも下がらないパターンを平板型ということもあります。平板は平らな板のことで、助詞のピッチも下がらないということです。植物の花のような助詞のピッチだけが下がるパターンを小高型ということもあります。小高型は名詞の最後のピッチは下がりませんが、そのすぐ後にピッチが下がります。尾は尻尾のことで、小高という言葉は名詞の最後の拍のピッチが高いということを表しています。辞書を見れば助詞をつけたときにピッチが下がるかどうかがわかります。スーパー大辞林を見るとこのように書いてあります。この0は助詞のピッチが下がらないということを表しています。NHK 日本語発音アクセント新辞典ではこのように書いてあります。この赤い線は助詞のピッチが下がらないことを示しています。この2は3つ目の拍、つまり助詞のピッチが下がることを示しています。この斜めの赤い線は助詞のピッチが下がることを示しています。ここからが問題です。顔にある花は平板型ですから、のがついてもピッチが下がりません。でも植物の花は小高型なのに、のがついてもピッチが下がりません。花のピッチは両方とも同じになります。平板型と小高型でピッチパターンが違うはずなのにおかしいですね。どうしてピッチが下がらないのでしょうか？が、お、に、え、の。これらの助詞のピッチはその前の名詞のピッチパターンによります。ところが、のは特別です。のは名詞が小高型のとき、ピッチが下がりません。助詞のピッチはその前の名詞のピッチパターンによると言いました。例を見ましょう。
私が、私を、私に、私へ、私の、すべて助詞のピッチパターンは下がりません。あなたが、あなたを、あなたに、あなたへ、あなたの。これは助詞のピッチパターンが下がります。これを見ると、助詞のピッチはその前の名詞のピッチパターンによることがわかります。鼻が、鼻を、鼻に、鼻へ、鼻の。これらは全部ピッチパターンが同じです。助詞のピッチは下がりません。では、植物の花はどうでしょうか？花が、花を、花に、花へ。ここまではすべて助詞のピッチが下がっています。これは植物の花は小高型だからです。しかし、のがつくとピッチが変わります。花のはピッチが下がりません。他の例も見ましょう。犬は小高型です。犬が、犬を、犬に、犬へ。ここまでは全部ピッチパターンが同じです。助詞のピッチが下がっていますね。ところが、犬のは助詞のピッチが下がっていません。では、馬を考えてみましょう。馬が、馬を、馬に、馬へ。ここまでは全部助詞のピッチが下がっています。ところが、馬のは助詞のピッチが下がりません。では、もう少し長い言葉を考えてみましょう。刺身も小高型です。刺身が、刺身を、刺身に、刺身へ。ここまでのピッチパターンは全部助詞が下がります。ところが、刺身のは助詞のピッチが下がりません。では、今度は言葉の最後が2拍1音節で、最後の1拍のピッチだけが下がる場合を考えます。これは、助詞ののをつけるとピッチが下がらなくなります。例えば、昨日、日本、これらののと本は言葉の最後で2拍1音節です。これにのをつけると、昨日の、日本のようにのピッチが下がらなくなります。注意してください。日本のと発音されることも時々あります。昨日は、昨日を、昨日に、昨日へ。ここまでは最後のうと助詞のピッチが下がります。ところが、昨日のは助詞のピッチが下がりません。うのピッチも下がっていませんね。日本は、日本を、日本に、日本へ。ここまでは最後の一拍のピッチと助詞のピッチが下がっています。ところが、日本のはんとのピッチが下がっていません。先ほども言いましたが、日本のというふうに発音されることもあります。日本のは
普通はピッチが下がりません。でも、話者や文脈によって助詞のピッチが下がることもあります。特に強調やイントネーションの変化によって日本のになる場合があります。まとめです。名詞に助詞ののがついた時のピッチパターンについてお話ししました。名詞が小高型の場合、助詞のののピッチは下がりません。例えば、花の、犬の、馬の、刺身の、このようになります。名詞の最後が2拍1音節で、最後の1拍のピッチだけが下がる場合、助詞のののピッチは下がりません。例えば、昨日の、日本のとなります。日本のと発音される場合もあります。学習のポイントです。単語のピッチパターンだけを学んでも、それを文のピッチパターンに応用できない場合があります。文の中では、イントネーションや強調の影響で、ピッチパターンが変化することがあります。特に、のは名詞のピッチに従わない例外が多いため、実際の発話を意識して覚えることが重要です。辞書で調べるだけでなく、例文のピッチを確認しながら学ぶことが効果的です。